シンチャオといてんらひろみです。私は今ベトナムのホーチミンのドンコイ通りにいます。今回はですね、ベトナム航空のプレスツアーに参加をしておりまして、こちらの皆様と一緒にベトナムを巡っております。この動画ではホーチミンのお食事とか観光をまとめてドドンとお届けしようと思っておりまして、今ホーチミンに着いたばっかりです。で、今日のお昼ご飯がですね、こちらのSH ガーデンです。この目の前がね、6つ星ホテル、なんだっけ名前、リベリアサイゴン、あとここもね、前泊まりましたね、グランドホテルとかがあるような場所です。お店のね、入り口ちょっと分かりにくいんですけど、このザラみたいなお洋服屋さんの隣にあります。それでは入りましょう。シンチャオ。素敵な店内ですよね。なんかベトナムに来たって感じがします。ライムソーダを頼んだら自分で作るやつみたいです。シュワッパース、シロップかな、入れて、うなぎですよ。うなぎ。ライムを絞ります。結構酸っぱそう。めっちゃ美味しい。シロップの濃さがめちゃくちゃ重要でした。めっちゃ美味しい。めっちゃ可愛いの来た。ここに SH ガーデンって書いてて、お花もねついてて、よく見たら唐辛子が刺さってます。生春巻きと揚げ春巻き。結構ね、揚げ物が多い気がします。ベトナムの家庭料理は煮物が多いらしいんですけど、やっぱり外食とかするとこういうがっつり揚げ物がね多いみたいです。もしかしたらシンガポールはやっぱり提供なの。バナナの春巻きかな。これね、めっちゃ美味しいやつ。私初めて来た時食べた記憶あります。揚げ物のめっちゃ美味しい。バナナの中になんか味の薄いシチューが入ってるような感覚、デザート感覚なんだけど、でも食事っぽい感じ。美味しい。ベトナムのゴーシン、唐辛子、ニンニク、玉ねぎ、生姜、胡椒、ペッパー、全部は消毒で食べるとすごく体の匂い。だから大事な時は食べない。戦争行く前にふわっちからどこなんです。そういう意味もあるんだ。海にベトナムではビザと美味しいご飯をいただいて、今日泊まるホテルに到着しました。なんで読むんだろう。ザ・オデイズみたいなところです。シンチャオ。デポワ。はい、カモン。お部屋にやってきました。今日のお部屋は103号室です。何？遠い。今日のお部屋はこちらです。とっても美しい、すごく美しいお部屋です。そしてめっちゃ広いです。まずは大きなベッドが真ん中にドドンとあります。こちらにはテレビもあって、なんか家具が一つ一つね、すごくこだわりがある、重みのある感じに見えます。マッサージとか受けれそうな椅子もあります。そしてバスローブやお水、コーヒーセットもあって、金庫があります。何が素敵って、この天井、ベッドの上の天井がめちゃくちゃおしゃれです。ちょっと掛け軸っぽい感じでもありながら、色味を抑えたとても落ち着いた品のある雰囲気です。そしてこっちがバスタブある。もしかしてブクブクっていうやつなのかな。ラグジュアリーなお風呂タイムを過ごします。そしてこちらにお手洗いです。
ここだけねちょっと可愛いですね。 I love you。 洗面台も落ち着いた木の感じで重みのある厳かな感じです。洗面台でなかなか木を使うって見ないのでちょっと新鮮な感じもします。眺望を見ていきたいと思います。はい、あ、街の景色が見えます。あ、よかった。ここは1階なのであんまり高いところではないんですけど、でフロントが G 階でフロントもちょっと中2階みたいなところにあったので、日本でいうと3階ぐらいの高さかな。ここのホテルの場所はですね、ホーチミンの一区のベンタン市場の近くです。ここの道を向こうにシューッと行ったらベンタン市場があって、とても都会に泊まっております。これから休む間もなく皆さんと一緒にベンタン市場に行ってみたいと思います。すごい活気があります。お土産たくさんだね、たくさん。ちょっと横に入ってみようかな。面白いね、靴がさラップに包まれてる。鬼塚タイガーとかせっかく来たからね、なんか買いたいですね。ワンピースかサンダルでもいいな、ベトナムサンダル。Xin chào. À, dễ thương, dễ thương. Bao nhiêu tiền? 500. 500. Oh. 300. Ok. 500. Chị ấy đầu. Chị ấy giá đầu. 20万ドンぐらいで手に入ったらちょっと嬉しいので、自分の願いとこの売ってくださってるおばちゃんの願いがちょうど合うところでやっぱり買った方が気持ちよくお買い物できるかなというところで、20万ドンでちょっと探してみます。寝てる。Xin chào. Xin chào. Xin chào. 爆笑。爆笑してる。Xin chào. Xin chào. Xin chào. Nani, xin chào hả? Xin chào. Chào. Xin chào. Chào buổi 違う Xin chào. Xin chào. Xin chào. あ、結構セクシー。hả? セクシー。 Sexy. セクシー。 Anh セクシー。 vậy là sexy. Very sexy. Tôi là người Nhật Bản. Nhật Bản sexy. Bên Nhật Bản không sexy. でも可愛いぜ。可愛い。ありがとう。すごい。あ、ここはスーツもあるの？ Susu. スーツ。 Yeah. One day. ワンデイ。あ、ワンデイね。あー、すごい。ベンタン市場で You teacher. スーツ。 Teacher. Tôi không phải là giáo viên. À. Tôi là YouTuber. YouTube. YouTuber về Việt Nam. À. なにこれ？何のポーズ？何のポーズ？あ、そういうやつ、そういうやつ。背中開いてんの？ Đại sư bự. 大丈夫？ À. もうすごい。nhiềuもう55万ドン。結構する。プラダだからね。プラダ。Xin chào。あ、また来たの。要は何を探してるか。何を買おうかなって迷ってます。ジャコネコ。ジャコネコはちょっといいかな。無農薬コーヒー。無農薬コーヒーはちょっといいかな。ドライフルーツ買おうかな。ドライフルーツある。ありがとうございます。砂糖入ってない。砂糖入ってないマンゴー。面白いマンゴー。ポメロのドライフルーツ初めて。あー、ポメロ美味しい。ポメロ買います。ポメロは4万ドン100グラム、マクルは3万ドン100グラム。あ、優しい。デプチャイ。ありがとう。これマンゴーお菓子。マンゴーのお菓子めっちゃ美味しそう。日本人好きだと思います。皆さん買ってください。これめっちゃ美味しい。あ、7万5千円。オッケー。 7万 OK よ。あ、生にの優しい。デプチャイ。じゃこねこコーヒーミルク入りをくださいました。あー、ゴンコワはい、ありがとうね。美味しい。めっちゃ美味しい。お兄さんの隣で飲むコーヒーは美味しいよ。はい、ありがとうね。ありがとう。Cái này nó xuống nhầm ghê. お兄さん元気そうでよかった。Cái bình giấy anh mới mua. 忘れてた。 Xuống cà phê đúng nhầm. ありがとう。もうよくやる私こういうの。I'm looking for long dress. Hai trăm nghìn long dress. I sell for you 200,000 for one. あ、本当に？ Yes. これも
250 nghìn. This one 250. 250. Yeah. すごい very colorful. Colorful, yeah, yeah, yeah. 可愛いけど派手かな。でもちょっと可愛いな。シンデレラサイズ。250 nghìn. 25 man đồng. 25 万 This one 230 nghìn. OK. Come on. はい、ありがとうございます。はい、come on. Come on. ありがとう。ワンピース買いました。めっちゃ派手だけど、ちょっと派手だから普段はちょっと着れないかもしれませんが、イベントとか華やかな集まりがあったら着たいと思います。これから塩コーヒーっていうのを飲みに行こうと思います。最近ベトナムでめちゃくちゃ流行っていて、でその流れで日本のベトナム料理屋さんでも塩コーヒーが出てきたり、あとベトフェスとか行くと塩コーヒーが新発売ってなっていたりとして、とても注目されている飲み物です。でちょうどスコールがね上がってきたので移動もできるかなということで、これからバイクタクシーでお店まで向かおうと思います。今日はゴジェックを使っていこうかなと思うのですが、行こうと思っているのがチュンロンおじさんの塩コーヒーというお店で、15,000円分で連れてってくれるのでブッキング。あと4分で来てくださるそうです。どこかわからないときは写真を撮って送ります。Xin chào. Xin chào. Hiromi. Hiromi. Japan. Yeah, Nhật Bản. 安いね。安いね。安いね。包nhiều tiền. 15万。15万は安いね、意外と。大丈夫大丈夫。ありがとう。ありがとう。よいしょ。10万下がったの？ 10万安いね。安いね。でも大丈夫。ありがとうね。歩道にありがとうございます。はい、ここカフェモイっていうのが塩コーヒーという意味です。こっちにもある。それでは塩コーヒー買いましょう。ワンカフェないワンカフェキアゾンニャウゾンニャウゾンニャウカフェモイモッディモイコーヒーって書いてます。めっちゃ塩の香り。すごい口の中にね、塩っていうのが柔らかく広がっていきます。ベトナムコーヒーの甘みももちろんあるんだけど、その甘みより若干塩っ気が強いような、でもふんわりとふわふわっとこの塩味が広がっていくから、やっぱ塩っていう感じではないし、でもちゃんと塩が効いてて、甘いのしょっぱいの、いや甘いのしょっぱいのみたいなのが繰り返される感じです。ちゃんとコーヒーの感じもするし、でもコーヒーはそんな主張しすぎず、甘みとしょっぱさの戦いの末仲良くなって、でもちょっとしょっぱさの方が優位にいる感じのそんな柔らかい戦いが行われているような、味です。暑い日に飲んだらめっちゃいいかもしれん。糖分と塩分が取れるから、多分結構塩入ってると思います。だからちょっと血圧とかね、そういうの気になる方はそんなにガブガブ飲まん方がいいかもしれんけど、暑い中ちびちびエネルギーを補給しながら飲む感じだとね、すごいいいですね。塩コーヒーはね、いろんなところで飲むことができます。なぜ今日ここのロンおじさんの塩コーヒーというところに来たかと言いますと、ここのロンおじさんっていう人が TikTok にこの塩コーヒーのことを載っけたら、それがバズって、で若者の人とかがいっぱい飲んでこう流行り始めたみたいな、あまりにもこのロンおじさんのお店がバズってしまって、いろんなところにロンおじさんの塩コーヒーのお店がね、今できているみたいです。
まあ、本物はこのお店ということで、目印はねここの68番と書いていますが、住所が68番で、目の前がフエンフエ通りなので、ここの遊歩道の向かいのお店です。塩コーヒー気になったら皆さんも飲んでみてください。すごいたくさんのナッツがめちゃくちゃたくさんあります。皮がついてるカシューナッツと剥いたカシューナッツ、パンプキン、あ、これがひまわりね、アーモンド、マカデミア、くるみ、ウォーターメロン、ゴテあん、あ、これよく見るリストが食べるやつですね。これもう一回、これいいかも。チョコレート風味のナッツ、あ、チョコレートが入ってるんだ。これにしよう。Thank you。ここはね Google マップでさっき見つけたお店なんですけど、ナッツ専門店ということで、ベトナムはナッツの生産めちゃくちゃしている。ああ、セーム同じ GoPro ってお土産にナッツもねいいと思います。めちゃくちゃ種類あるので、いいお土産が買えました。日本にいる旦那にお土産でビールを買いに行こうと思ったらお兄さんが2万ドンで連れてってあげるよ、ホテルに返してあげるよみたいなことを言ってくださったので、ちょっと乗ってみました。歩くよって言って1回ね歩き始めたんですけど、追っかけてくださって、とりあえずお兄さんに託してみます。お、普通に逆走これだけ堂々と逆走してればなんか問題ない気もしてきましたこっち、私ビール買いたいだけなんですけど、めっちゃ遠くに連れて行かれてますどこ行くの？リアダウ、そこ？あ、そこ、はい。大丈夫かな、結構不安なんですけど、スーパーに行きたいって言っただけなのにあ、ヒルトンがいつの間にかできてる。もう開業したのかな。あ、サークル系、カモン、サークル系連れてきてくれたサークル系ありがとうございます。ちょっと買ってきます。結構本気で心配だったんですが、はい、なんとか無事です。サイゴンスペシャルとサイゴンチルとパーにしようかな。とりあえず3本買います。お兄さん一緒に買う、オッケーはい、カモン、カモン、よいしょ。Sit down, Lee. Rio. コンコンといさん。あ、これ、はい。それではホテルまで戻って、ホテルまで連れてってもらいます。はい、カモン。よいしょ。はい、これ、どうもありがとう。カモン、ハンバーグですね。無事にホテルまで連れて帰ってくださいました。すごい親切なお兄さんでした。戻れてよかった。じゃあ私たちはこの港に入りますので、今日の晩ご飯はですね、こちらのクルーズ船でいただきます。めっちゃ光ってる。名前がなんて言うんだろう、なんとかクイーンというところです。すごい。あ、ショーやってる。すごいなんか豪華で、めちゃくちゃとにかく広い。そして
後ろからね、ここ開いててバルコニーになってるんですけど、すごい心地いい涼しい風が吹いています。ステージで演奏も始まりました。ベトナムの民謡かな。それでは乾杯いただきます。めっちゃとろみあって八宝菜の味のスープみたいな感じです。見られます。サイゴン川から見るマジェスティックホテル、めっちゃかっこいいです。すごい美しい。こっちにあるのがビテクスコタワーというハスの形をイメージしたタワーです。ほんとゆっくり進んでます。発展してる光景も見れて、サイゴン川の向こう側のトゥドゥック区の方のこれから発展するだろうところも見えるんですね。川魚っぽい白身のお魚です。結構弾力ある系の、一生懸命泳いだんじゃないかなっていう感じのお魚なんです。天狗はラウラジ。サイゴン川ね、くねっとしてるので面白い感じでこう夜景が移ろっていく感じがしますね。ご飯食べながら景色も楽しんでという、なんかちょっと忙しい感じ、はい、忙しく楽しんでいます。締めのお鍋かな。美味しそう。津軽海峡だ。津軽海峡。おはようございます。次の日の朝になりました。今朝の8時前ぐらいです。朝からね、いろいろ人が活動していて、ね、昼間は暑いから、ね、みんなちょっと休みって感じなんですけど、ベトナムは朝夕が涼しいから朝からねこう活動的な方が多いです。そして施設とかも結構開館が早かったりしてまして、今日こんな早く来ましたのはこちらの戦争関連のものが展示されている戦争小石博物館というところです。やはり海外に来たらその国の歴史を知っておくことって大切だし、その国がすごく奥深く見えてくるといいますか、こういう時代を経て今があるんだよっていうのが分かるので、こういう歴史的なところはぜひ行きたいところだと思います。ベトナム戦争は1975年に終結したという、とても昔と思えないとても最近の歴史の出来事です。入り口を入るとアメリカ軍の大きな戦闘機がたくさん置いてあります。そして敵を見つけて他の仲間はどこにいるんだと虎のようなしつけといいますか、体罰みたいなのを与えられた監獄のような場所もありました。中に入るとたくさんの写真が飾られています。戦争当時のものもそうですが、戦争の後枯葉剤の影響によって奇形児を生んだ方や、アメリカ戦争時の兵士の様子や逃げ惑う人たちの様子、生々しい写真が並んでいます。兵士が使ってた武器や爆弾が落とされた後の残骸とかを見ると、とてもここで起きたこととは思えません。
こんな悲惨な戦争は繰り返してはいけないと思うと同時に、この事実や歴史に目を背けてはいけないなと私自身も感じました。お昼ご飯の会場にやってきました。こちらのおしゃれな、見るからにおしゃれなお店でいただきます。実は先ほどジャパントレンドフェスティバルという日本の文化フェスみたいなものに参加をさせていただきました。アニメとか漫画とか音楽とかをベトナムの若者たちに知ってもらって文化交流みたいな感じのイベントだったんですが、こちらの動画にアップしておりますのでぜひご覧ください。こちらでご飯をいただきましょう。おしゃれなジャングルみたいになってます。すごい、こんな森林の中でいただけるんですね。しみる、美味しい。クワンブイというお店だそうです。これココナッツでできたお箸だそうです。ちょっと軽い感じします。おしゃれ。いただきます。実は朝から何も食べてなくて。あ、めっちゃ美味しい。ミントと一緒に食べたらもう30倍美味しいです。空心菜に見えるけどヘチマの若いところを炒めたものだそうです。見た目ちょっとモロヘイヤじゃなくてわらびみたいな感じに見えますけど、ヘチマの茎が食べれるんだ。食べてみます。あ、確かにちょっとヘチマのつるっぽい感じ。なんだろう、あんまり取り柄どころのない繊維が残るのかなって思いきやそうではなく、結構すぐ消化してくれる感じの味付けはね、ニンニクの香りがするので、ニンニク好きな、ね、私からしたら美味しいと思う。ナマズですって。ナマズムチっとしてるけどほろっとしてて、魚臭さみたいな、川臭さみたいな味がします。川臭さ。ごちそうさまでした。美味しいご飯をいただきました。今行ったレストランはタオディエンの方なんですけど、これからもうちょっと進んでスオイティエン公園に行きます。ワニ釣り、もう一回ワニ釣りしていきたいと思います。よく見たらこの道沿いのちょっと緑の中、めちゃくちゃ電線が通ってる木の間にで、結構木にかかってるところもあるんですけど、大丈夫なのかな。カモン、スオイティエン公園に着きました。スオイティエン公園はテーマパークです。摩訶不思議で中国があるような、ベトナム神話のような、ディズニーっぽさも入っているような、いろいろ詰め込んだテーマパーク。ハリーポッターとかあるし、とりあえずいろんなテーマが詰まったパークです。おばちゃんがこうやって描いてるんだ。すごいプロフェッショナル。しんちゃん。スオイティエン公園は入場料もかかるんですけど、こうやって一つ一つのアトラクションに参加するのにお金がかかります。もちろんね、そのアトラクション込みのチケットを買ってもいいと思うんですけど、一つずつ買ってもその一つずつが割と安いので、様子見たい方は入場料だけでもういいかなと思います。上を見たら
ちょっと見たことのあるキャラクターがこっちとかあっちとかこっちとか出てきます。これも見たことある。ちょっと目が大きいけど金魚すくい、射的、景品、プレゼント、いやーすごい。ドラえもんとかピカチュウとか。しんちゃおはい、カモンワニいっぱいいる。魚もいっぱいいる。ワニに食べられないのかな。大きい。おお、ガイドさん曰くベトナムでのワニは養殖らしいです。ちゃんと育てて3年ぐらいしたらブスってしてその後こう皮剥いだりとかして皆さんワニ肉持ってる。いやー、何の肉でしたっけ？ウサギ？これ何ですかね。なんかウサギって言ってた気がする。気持ち悪いですね。結構グロテスクな色してますね私もちょっとお肉をいただこうと思います。はい、ありがとう。カモン。うわー、怖いよ。うわすごいお肉。こんなでっかいお肉ね、多分私30分ぐらい食べるのかかるけど一瞬で食べてくれる。食べてください。この子。早く取って早く。楽しい。みんな無防備で入ってる。すごいいいんだ。無防備。もうプロフェッショナルですね。ワニすごかった。岸に上がってるワニガーって口開けてるものが偽物かと思ったら、あれもね本物みたいで、お肉でツンツンってやったらなんかジュルジュルって感じで動いたから、これ全部本物のワニだと思うとすごいですよね。食べられちゃうな。ここには25,000匹のワニがいるそうで、この見える範囲には多分2,000匹ぐらいなんですけど、ね、ワニの飼育とか孵化させて育ててみたいなのもやってるみたいで、ソイティエン公園というよりかはワニ公園って感じです。めちゃくちゃ迫力がありました。ありがとうございます。抜けないわ。はい。急に来た。あれこれしかも止まってない。これ。止まってない。大丈夫ですか？何これ。気をつけて。こっちは。止まってない。止まってない。みんな乗ってます。きしんでる感じ。そう音がなんか大丈夫かな。来るよみんな。結構怖いんだけど。遅いんだけど。ゆっくり。多分いきなり来るよ。いきなり来るよ。ワイヤー大丈夫これ。ワイヤーがぶつかる。ちょっとそうですね。メンテナンス上の怖さ。無事に帰ってこれました。ホテルに戻って荷物の整理をしていました。これから夕食会場に向かいたいと思います。こちらのお店です。ホームサイゴン。入り口にはあったかい色をしたランタンが浮かんでます。それでは入りましょう。うわ、素敵。建物がこの黄色とね、ライトアップが素敵。めっちゃ雰囲気ある。ベトナムらしいんだけど、ちょっとハリーポッターみたいな、美女と野獣みたいな世界のね、本棚があります。はい。
しい。マンゴー美味しい。揚げ春巻きと生春巻きと、見た目パスタっぽいですけどサラダです。ご飯です。ここにスープをかけて食べるのがベトナム流みたいです。本当に？はい。なんか見た目はお茶漬けみたいになりました。いただきます。なんで合わせるんだろう。スープはスープで食べた方が美味しいかなと思っちゃうけど、多分このお米がちょっとパサッとして、お米だけで食べるのがちょっと物足りなさがあるからスープと一緒にしちゃった感じ。そしたら駆け込みやすいしみたいな感じなのかなと思いました。今回の動画で回っているレストランは結構高級めなところが多いです。今いるホームサイゴンというところを Google マップで見てみると高級っていう風に書いています。ここのレストランでいうと1人当たりこのコース料理で50万ドンぐらいで食べることができます。私はプラスチック椅子でご飯を食べるの大好きなんですけど、それもいいし、贅沢したい時とかちょっと今日は疲れちゃったなっていう時はこういうところで来るのはね、いいかなと思います。もうベトナムは食が美味しいので、もう食を堪能しに来てほしいぐらい。あと絶対マンゴースムージー飲んでほしい。もうマンゴースムージー飲むためにベトナムに来てほしいぐらい、私はマンゴースムージー大使になりたいぐらいマンゴースムージー推しです。ピアノの生演奏始まった。 BGM と生演奏が同時にごちそうさまでした。とっても美味しい夕食をいただきました。はい、今回の動画はホーチミンの観光街歩きとお食事編をお届けしました。今回はベトナム航空のプレスツアーで来ておりまして、ホーチミンはとっても活気があって市場も楽しいし、食べ物も美味しいし、街歩いてるだけでとっても楽しいです。ちょっとね、街歩く時道にバイクがたくさんいるし車も通るので、そこは気をつけながらですが、ぜひホーチミンを旅しにベトナム航空で来てみてください。それでは私はこれからタンソンニャット空港に戻りまして日本に帰国をします。もちろんベトナム航空に乗って帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘインガップライ。